みんな首から下がだいたいちっちゃい。これねちゃんと理由があります。顔には興味があるんだけど首から下に興味がないっていうもうここまではもういつものやつで描くんですけど、こっちかな、なんか襟とか描こう。なんかパーカー着せよでちょっと寄っちゃったりしてねみたいな感じで体とのバランスがまあなかなか難しいですよ。さあいうところで来ました素体集でさっき描いてたやつに近い素体をまあ探してみましょうよと。あ、これ使えんじゃない？さっきの無理やりこれ雑に載せてみる？これなんかいつもよりも髪の毛もうまく描ける気がする。そして襟の描き方ね、この首に沿って描くんで、まずタートルネックを描きましょう。こんな感じで。で、そこからこんな感じで分けますでいいよね。ネクタイもこの体の正中線あるよね。に合わせてこうやって描いてって。パーカーはこの肩の上に。で、この体の線に沿って、こんな感じでね。まあ、例えばこんな感じで描いてみました。めっちゃ簡単に描いた感じしません？さっきの見てみようか。さっきのやつ。これこんなりがちじゃないですかこれ素体があるとこんなに簡単に描けちゃうよってこと。じゃあそんなことしてたらうまくなんないんじゃないかとかでね、結構思う人いると思うんですよ。なんですけど、このうまい形を再現して、まあそれ使うことによって、あ、これが大人の頭身なんだってね、っていうのが理解できるんですよ。で、大人の頭身って何なのって言ったらですね、頭に対して肩幅が頭1個分ずつあるんですよ。これ守んないと大人のキャラに見えないんですよ。で、これはここら辺になっちゃうんです。実はそもそもこの頭と肩幅の比率がちゃんとできなければ絵ってこのようにこう崩壊していくんです、土台から。なのでそもそも絵が上手くなんない、描けない人は自分はどのぐらいのキャラクターをこれから描こうとしてるんだろうっていうのをこうやって素体集から探してほしいんですよ。これにしてみる？このぐらいの年齢にしてみる？じゃあこれでさっきと同じやつ描いてみるよ。じゃあこんな感じにしましょうかみたいな。これからちょっとこれにしてみたり、これちょっと一番大人ですね。そういう意味ではね。そもそもですよ、皆さんね、描くときになんかいきなり決めてませんか？顔のデザインとか。いや、そうじゃなくて、じゃあなんでこれうまくいかなかったのか。まあこういう風に描いちゃう人の、根本原因ね、素体こだわってないからです。はい。自分が描こうとしているキャラクターは何歳ぐらいのどんなキャラクターなのかっていうのをこのぐらいのレベルでいろいろスケッチするっていうのかな。目とかも別にちゃんと描く必要ないです。これでだいたい年齢見えません？こっちはなんかだいぶ子供になりましたねっていう落書きしなくないですかみんな。もういきなりこれ式の人手を挙げて体はないことにしたいみたいな場合が多いでしょ。もちろんみんなやっぱりキャラクターの顔にすごい興味があってみんな絵を描き始めるから順番としてはね、それで正しいんですよ。ただし自分の好きなアニメキャラをさ分析してみましょうよ。好きなアニメキャラをなぞってみましょう。実は可愛さのポイントっていうのはもうこの時点で決まってるってことなんです。目とかじゃなくてもうこの時点で決まってるんです。こういう質問もよくあります。髪の毛がうまく描けない、そして服がうまく描けない、そういう質問めちゃくちゃ聞くんですけど、ほとんどの場合素体がちゃんと描けると髪の毛がちゃんと描けますよって。頭に髪の毛乗ってるからその上にね髪の毛を乗せるのは造作もないというか、ほら簡単でしょ。体の形がしっかり描けると、服の形がちゃんと描けるんです。もう今僕が描いてるのこれほんとそのままただ乗せてるだけですもん。本当にちょっとだけ変えて描いてるだけですもん。ほとんど素体と髪の毛、素体と服大体同じ位置に書いてあるし、頭に乗せてそのまま髪の毛乗ってるでしょ。みんな髪の毛とか服がうまく描けないんじゃなくて素体がうまく描けてないんですよね。素体の形が決まらないから表層に見える
髪の毛だったり服だったりが決まらないんですよ。なんでそもそも絵が上手くならないのかっていうと、自分が見てるその参考の絵と自分の認識にすごい隔たりがあるのね。特にアニメキャラに関して言うとだいぶ頭大きいですよ、美少女キャラって。要するに頭の幅より胴体の方がちっちゃいですから、あれ。そして足がすっごい長いです。なんかリアルな人間ってこんなじゃないですか絵になんないっつうか、いわゆるメリハリがないっつうか。でここで分析するべきことは、何キュア的なやつはですね、あれ9頭身なのか10頭身なのかって話なんですよ。体すごい細いんだかみたいな。でも実はね、頭はまあまあでかいんですよ。なので実は案外 6.5 とかなんですよ。あれ5かな6かな、なんかね7とか8とかないんです。実は頭すごい大きいから。そうやってね、明確な数字とか、こういう単純な図形ですよねっていうものに置き換えて理解するっていうことが、僕はこれをですね、再現性が高いって呼んでます。再現性ね。何回も描けるよってことです。でこれは何回も描けないようなんですよ。再現性が低い絵で、再現性が低い人の描き方はディテール見すぎ、細かいところばっか気にしすぎ、ね、そして頭身とか比率とかを意識していなさすぎる。でその中で僕のこの素体集なんかがですね、こういう比率で素体で自分描いてみたいなみたいなね。例えばこれちょっと言ってみる？本当にちょっとしか足してないの分かります？これしか足してない。これ見てください。この素体集のポイントは変に足しすぎないこと。じゃあどこを足して足さないかっていう基準があるのかっていうとあります。肩の線は多分あんまりジャケットだろうがロンティーだろうが多分ほとんど違わないはずです。厚さなんてこれしかないですよ。自分で触ってみれば分かりますよね。ジャケットって何ミリ？これ2ミリ？2ミリって線1本あるかないかの世界ですよ。襟の厚みこの特にほらなんつうの二重になってるじゃん、このジャケットって。ここ襟がね、ここに厚みちょっとあるだけです。丈股間よりもちょい下、ここら辺か。この線なんかあんまそのままですよ。なぞる必要もないぐらい、そんなに違わないよね。じゃあちょっとダメな例を書いていってみるよ、隣で。こんな感じに全身モコモコみたいな元の形をなるべく生かすっていうこと。そして、どこがこう密着しているか自分で触ってみてください。その服、肩って結構密着してますよね。手を上げたら上の部分は密着してるけど下の部分はさ余ってるよね。例えばこういうのね、なんかシャツを着てるとしますよ。ちょっと膨らんでる袖なんかだったら上の線はここそのまま使ってちょっとシワが寄るぐらいで、下の方にこう余るわけですよ。こんな感じで。で例えばスカートを履かせるんだったらこの腰のこの線はそのまま、そしてここから布が下に落ちてくっていう風にするとこう自然に布が乗せられるようになるんですよ。で大事なのはこの太ももの立体にしっかり今ねこう乗せて描いてるの。これが結構重要です。イラストはだいたい風が吹いてるとよく見えます。素体がしっかりしてると強風描いたりしてもちゃんと描けるんですよ。こういうなんか特殊なねこう状況になればなるほどちゃんと素体がしっかりしてることが大事になるっていうのなんかわかるよね。かなりニッチな要素からもしれないけどやっぱ素体下敷きにしてね書いてみてほしいなと思います。ブースの方で販売しております。アニメ私塾素体全集です。